こんにちは。今回はクレープコースターのこちらのトッピングを編んでいきます。ほとんどが円と球体で段数も少ないので割と簡単です。今回も細い糸なので小さいサイズになってるんですけども、並太などの太い糸で同じように編むとブランケットにちょうどいいサイズになります。よかったら編んでみてください。では使った糸のご紹介です。まずこちらを編んだ糸です。いちごは浜中アメリー F 合い太の色番が508番と517番。ぶどうとさくらんぼも同じ糸の色番511番と505番。さくらんぼの茎はセリアさんで購入したロアンのカラーナンバー7番です。ブルーベリーはセリアさんで購入したデニムラボのカラーナンバー2番です。みかんはラベルがないんですけども、セリアさんのトロピカルコットンのオレンジ色のコットン糸です。次はこちらを編んだ糸です。キウイはセリアさんのきらめきコットンのカラーナンバー6番と7番。種のところは浜中アメリー F の色番519番です。バナナもアメリー F で色番は502番。茶色の線のステッチはセリアさんのニューエンジェルコットンのカラーナンバー2014番です。ビスケットもアメリー F のこの3色で、色番は519番、520番、501番です。チョコのかけらはセリアさんのニューエンジェルコットンのカラーナンバー2014番で、ホワイトチョコのところはアメリー F の501番です。今回は4号と5号を使用します。それと中に詰めるもの、手芸綿や今回は糸くずを使いました。そして詰めるときに割り箸や竹串などがあると便利です。ではこちらのブルーベリー、ぶどう、いちご、さくらんぼの球体のものから編んでいきます。ブルーベリーは小粒なので、他のものと一段少ないだけで、あとは一緒の編み方です。編み方はこんな感じで5段編んでいきます。まず1段目は輪の中に細編みを5目。2段目はそれぞれの目に増し目。3段目と4段目は増減なく編んでいきます。最終段の5段目は減らし目をして完成です。ブルーベリーは小粒なので4段目を飛ばして編んでいきます。では、さくらんぼの色で編んでいきます。では、輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。1段目はこの輪の中に細編みを5目編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がったら輪の中に針を入れて糸を持ってきて細編み。必要な方はここの頭のところにマーカーをつけておくと分かりやすいと思います。同じように編んでいきます。
2、3、4、5。5目編めたら、この輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ている方は、こちらの糸ですね。この糸を右方向に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。そしたら、一番初めの細編みの頭に引き抜いていきます。最後から数えて、1、2、3、4、5。ここですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。では2段目ですね。この段はそれぞれの目に細編みを2つずつ編んで増し目をして1周を10目にしていきます。まず鎖1つで立ち上がったら、今引き抜いた一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて細編みを2つ編んでいきます。1、2、ここの一番初めの細編みの頭にマーカーをつけておきます。また次のところに同じように編んでいきます。1、2、また次ですね。こんな感じで一周編んでいきます。ここが最後ですね。1、2、一周編んだら、ここのマーカーのところですね。一番初めの細編みの頭に引き抜いていきます。ここに針を入れて、引き抜いて引き締めます。では次の3段目と4段目は増減なしで1つの目に1つずつ編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、さっきと同じですね。一番初めの細編みの頭に針を入れて細編み。次の細編みの頭に針を入れて細編み。ここの1つ目のところにマーカーをつけておきます。また次のところに細編み。こんな感じで増減なく編んでいきます。10。一周編んだら、ここの一番初めのところに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。4段目も同じように増減なく編んでいきます。ブルーベリーはこの段はお休みです。同じように鎖一つで立ち上がったら、足元の細編みの頭を拾って、増減なく編んでいきます。1、2、一つ目の方にマーカーをつけておきます。3、10。一周編んだら、一番初めの細編みの頭ですね。ここに引き抜きます。では最終段の5段目ですね。減らし目を5回編んで、一周を5目にしていきます。鎖一つで立ち上がったら、一つ目と二つ目の、ここで減らし目をまずしていきます。
一番初めの細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。次の細編みの頭に針を入れて、ここも同じように糸を持ってきます。そしてかけて3本全部引き抜いて、細編みの2目一度、減らし目ですね。ここの頭のところにマーカーをつけておきます。そしたら次と次でまた減らし目をしていきます。3つ目の細編みの頭に針を入れて、1、次のところに針を入れて、2、そしてかけて全部引き抜いて2目一度ですね。また次と次で減らし目をしていきます。1、2、引き抜きます。また次ですね。1、2、引き抜きます。次が最後ですね。1、2、引き抜きます。これで一周ですね。そしたらここの一番初めのところに針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。ペタンと折ると直径は約2センチになっています。ではここを絞る前に中に綿を詰めていきます。手芸綿でもいいですし、今回は試し編みなどで糸の端切れがたくさんありますので、こちらを詰めていこうと思います。この最後の糸端は後で使いますので、この最初の糸端をまず中に入れていきます。割り箸などでこんな感じでねじり込むように入れます。あとはこちらの同系色の糸を選んできたんですけども、こんな感じで中に入れていきます。こんな感じですね。では、とじ針に通して閉じていきます。ブルーベリーは少し閉じ方が違いますので、次でやっていきます。閉じ方は、最終段の細編みの頭が、1、2、3、4、5と5目ありますね。そこの頭の手前の1本、ここを順番にすくって閉じていきます。まず、一つ目の細編みの頭のこちらの手前の1本ですね。ここから1、2、3。そして通して、次のところに4、5。これで一周ですね。そしてここで絞って、こんな感じですね。で、いちごを閉じるときは、次でヘタを編むので、ここはあまりギュッと絞らずに、このぐらい開けといてください。他はギュッと絞ります。そしたらこの近くのこういう穴ですね。ここに針を入れて、ここの反対側の穴、糸を割らずに、ここのこういう穴ですね。ここに針を通します。あまりギュッと引っ張らずに、
そして同じ穴に針を入れて、また反対側の少し大きめの穴ですね。こういうところに針を出して、ここも強く引っ張らずに、そーっと引っ張って、ここの糸が隠れるぐらい、このぐらいですね。引っ張ります。そしたら、ここで糸をカットしてもいいですし、こんな竹串のこちらの尖ってない方ですね。ここで糸端を中に入れていきます。こんな感じですね。これで完成です。では、ブルーベリーを閉じていきます。ブルーベリーはこんな感じでポコポコしてるので、ちょっと小さくてわかりにくいかもしれないんですけども、気持ちだけポコポコ感を出していこうと思います。では、閉じ針に通したら、細編みの今度は頭の向こうの1本を順番にすくって閉じていきます。残りの1本がこちらにポコポコ出る感じですね。まず1つ目の頭ですね。ここの向こうの1本。ここから1、2、3、4、5。そして絞ってください。こんな感じでポコポコ感が出てると思います。そしたら近くの穴にさっきと同じように針を入れて、反対側の穴の大きいところに出して、ここは強く引っ張らずに、そして同じようにこの同じ穴に針を入れて、また反対側の穴の大きいところですね。出して、強く引っ張らずに、針を取って、あとはカットしてもいいですし、またここの穴の中に糸端を入れていきます。どちらでもやりやすい方で大丈夫です。ちょっと長いので、竹串を回転させると入れやすいです。これで完成です。では、いちごを仕上げていきます。いちごは最後のところをぎゅっと絞らずに緩めに絞っています。そして糸端を2本とも中に入れて糸始末もしてきました。では、ヘタを編んでいきます。どこから編み始めても大丈夫です。細編みの頭に針を入れて、緑の糸を持ってきます。鎖一つで立ち上がります。そしたら、ここの前の段の細編みの足元、このあたりに針を入れて、そしてここの絞った中心の穴ですね。ここに針を持ってきて、細編みを編んでいきます。その時に、糸を出す時に、少し長めに、細編み1段分ぐらいですね。長めに出して、細編み。こんな感じで編んでいきます。そしたら、次の細編みの足元、このあたりですね。で、真ん中の穴に針を出して、そして糸をぐっと長めに持ってきて、
細編み。また次の細編みの足元、このあたりに針を入れて、穴に針を出して、ぐっと引き出して、細編み。また次ですね。糸を持ってきて、細編み。で、またこの辺ですね。このあたりに針を入れて、真ん中に針を出して、糸を持ってきます。そして細編み。5回ほど編んだら、一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。そして糸をカットして、引き抜きます。こんな感じですね。そしたら糸端は同じように中に入れていきます。こちらも同じように中に入れてください。こんな感じです。では、さくらんぼの茎をつけていきます。さくらんぼは編み始めの方が編み目が綺麗なので、こちらは減らし目とかがあるので、こちらの編み始めの方を上にして仕上げていきます。では、さくらんぼの茎はこちらの糸ですね。では、糸を10センチぐらいカットして、とじ針に通します。反対側は玉結びをしておきます。そしたらさくらんぼのこちらが編み始めの綺麗な方ですね。この反対側の穴の大きいところに針を入れます。糸を割らずに穴のところに針を入れて、この反対側の中心の穴ですね。ここに通します。で、玉結びの結び目を中に入れて、これで大丈夫ですね。そしたら針を取って、ここで一度結んでおきます。ぎゅっと結んだら、この辺でカットして、これで完成です。では、みかんを編んでいきます。みかんは円を1段だけ編んでいきます。では、輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけて、3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて、糸を持ってきて、引き抜いて軽く引き締めます。ここから
長編みを15目編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がって、これは長編み1つ分にカウントします。なので、あとこの中に長編みを14目編んでいきます。これが2つ目の長編みですね。3、4、5。では最初の鎖3目も長編み1つ分として長編みを15目編んできました。そしたら中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ている方はこちらの糸ですね。この糸を右方向に引っ張って、そして糸端を持ってゆっと引っ張ります。そしたら最初の鎖3目目ですね。強く引っ張ったので1つ目が隠れているときは次の長編みの頭のすぐ右の鎖目ですね。ここに針を入れて引き抜いて引き締めます。ここは後で閉じるときに使うので少し長めに取ってカットして引き抜きます。では最後の糸端に閉じ針を通したら、ここの糸のところで半分に折ってここの鎖3目の3目目の次の長編みですね。次の長編みの頭の向こうの1本にこちらから針を入れて通します。そしたらここから真横に糸が渡るようにステッチしていきます。ではここですね。ここに針を右から入れたら次の目ですね。こんな感じでステッチしていきます。1目ずつ針を入れて、あまりギュッと引っ張らずに、こんな感じですね。で、最後まで来たら、この端のところですね。この辺りに針を出して、こんな感じですね。あとはこの糸端は、この中の方に入れていきます。同じ穴から針を通してカットして、また竹串の反対側で中に入れておきます。こちらの糸も中に入れておきます。こんな感じですね。ではもう一本も中に入れてきました。ミニサイズなので中に綿を入れなくてもふっくらしています。ではバナナ、キウイ、ビスケットを編んでいきます。編み方は1段目は輪の中に細編みを8目、2段目はそれぞれの目に増し目をしていきます。ビスケットの間に挟むクリームはビスケットから少しはみ出るようにしたいので、クリームは1号太めの5号で編んでいきます。ではバナナの色で編んでいきます。ではまた輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけて3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて
糸を持ってきて、引き抜いて軽く引き締めます。次1段目では、この輪の中に細編みを8目編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、輪の中に針を入れて、糸を持ってきて、細編み。同じように細編みを編んでいきます。こちらの1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。3、8、8目編めたら中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ている方はこちらの糸ですね。この糸を右方向に引っ張ります。そして糸端を持ってギュッと引っ張ります。そしたら一番初めの細編みの頭ですね。ここのマーカーのところ、ここに針を入れて引き抜いて引き締めます。では2段目ですね。2段目はそれぞれの目に細編みを2目ずつ編んで増し目をしていきます。鎖1つで立ち上がったら、今引き抜いた一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて細編みを2つ編んでいきます。1、2、1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の細編みの頭を拾って、ここにも1、2、また次ですね。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。1周編んだら、ここのマーカーのところに引き抜いてもいいんですけども、綺麗な円にするためにチェーンつなぎをしていきます。糸をカットして、ここで引き抜いておきます。とじ針に通したら、ここのマーカーの一番初めの細編みの頭に針を通します。そして一番最後の細編みの頭の真ん中に針を戻して、裏の向こうの方に針を出します。そしてここでチェーンがつながるようにして、チェーンつなぎですね。あとは裏の方で糸始末をしてください。キウイは1段目を編んで輪を絞って最初の細編みの頭に引き抜いたら、ここで糸をカットして引き抜きます。そして8目目の一番最後の細編みの頭にマーカーをつけて、ここの1つ目から順番に増し目をしていきます。一番初めの細編みの頭に針を入れて、次の糸を引き抜いて、ここから同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、
今引き抜いた同じところに針を入れて、ここから増し目をしていきます。また次ですね。一番初めのところにマーカーをつけて、一周したらここにチェーンつなぎをしていきます。クリームは5号で一周編んだら、長めに糸を取ってカットして引き抜きます。チェーンつなぎをしたら、一度往復で刺して、ここで固定しておきます。最初の糸端は、糸始末をして、カットしておきます。では、それぞれのパーツを編んできたので、ここから仕上げていきます。では、バナナのこの茶色の線をステッチしていきます。ニューエンジェルコットンの2014番を使います。30センチぐらいカットしました。こちらの糸は、ほぐすと、細い糸が4本で1本になっているので、こちらの1本を引き抜いて、この1本でステッチしていきます。とじ針に通したら、このあたりに刺していきます。糸は少し残して、対角線に刺していきます。こんな感じですね。あとは裏の方で結んでおきます。では、キウイの種をステッチして仕上げていきます。こちらはアメリー F の茶色で刺していきます。30センチぐらいにカットしました。この辺に刺していきます。糸を少し残して、ふっくら刺していきます。
こんな感じですね。こちらも裏の方で表に響かないように結んでおきます。では、ビスケットを仕上げていきます。ビスケットは表が外側になるようにして間にクリームを挟みます。とじ針に通したら3枚を固定しながらクリームを縫い付けていきます。そしてこの辺で針を渡してこんな感じです。では、チョコのかけらをこちらの糸で編んでいくんですけども、色が濃くて分かりづらいので、別の糸で編んでいきます。では、チョコのかけらの編み方です。細編みで10段まで編んでいきます。偶数段は最初の目で増し目をして、奇数の段は増減なしで編んでいきます。では、最初の作り目を作って、ここでギュッと絞らずに、この輪を鎖の一目目とカウントして編んでいきます。そしたら鎖をもう一つ編んで、ここから編んでいきます。ここの輪っかに針を入れて、まず細編みを一つ編みます。1。ここで糸端を絞って、ギュッと絞っておきます。そしたら次は2段目ですね。鎖一つで立ち上がったら、裏にして、ここの細編みの頭をすくって、増し目をしていきます。細編みを1、2、増し目ですね。そしたら鎖を一つ編んで、次の段ですね。奇数段は増減なく編んでいきます。頭を拾って、1、次の細編みの頭を拾って、2、そして鎖を一つ編んだら裏にして、次の段は偶数段なので、初めの目で増し目をしていきます。頭を拾って、1、同じところに針を入れて、2、次のところは頭を拾って1つ。そしたら鎖1つで立ち上がって裏にしたら1、2、3と1目ずつ編んでいきます。1、
2、3。また鎖で立ち上がったら裏にして、ここの始めのところで増し目をしていきます。1、2。あと2つはそれぞれ1目ずつ編んでいきます。1、2。鎖1つで立ち上がったら、次の段は1、2、3、4と増減なく編んでいきます。1、2、3、4。また鎖で立ち上がったら裏にして、最初の目で増し目をしていきます。一つの目に1、2。そしたら1、2、3。この3目は増減なく編んでいきます。1、2、3。そして鎖一つで立ち上がったら裏にして、ここの段は増減なしですね。1、2、3、4、5と5目編んでいきます。1、2、3、4、5。次が最後ですね。鎖一つで立ち上がったら裏にして、最初の目で増し目をしていきます。一つの目に二つ編んで増し目。そして、1、2、3、4、4目はそれぞれ一目ずつ編んでいきます。1、2、3、4。こんな感じですね。あとは糸をカットして引き抜いておいてください。では編めたら糸始末をしていきます。ではこちらの糸でホワイトチョコをつけていきます。ではこの辺の端の目を拾ってステッチしていきます。ここの端から針を入れて、で、違うところから針を入れて元に戻します。こんな感じですね。そしたらここの端の目に針を入れて、ここからジグザグになるようにステッチしていきます。次はこんな感じですね。あとは裏の方で糸始末をしておきます。ではトッピングをたくさん編んできました。
ではクレープ生地にいろいろ乗せていきます。ではトッピングですね。ミックスベリーとか、いちごバナナとか、全部乗せなどお好きなクレープで並べてみてください。ではつけていきます。手軽にグルーガンや手芸ボンドなどもいいかなと思います。今回はコットン糸をほぐしたこの1本を使ってつけていきます。今回はこのクリームを編んだ糸、501番ですね。このオフホワイトに似た色のコットン糸で、セリアさんのニューエンジェルコットンを使います。カラーナンバーは2001番です。これを15センチぐらいにカットして、ほぐして4本が1本ですね。この1本を引き抜いて使っていきます。では完成です。お好きなトッピングで作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。